2022年12月1日から15日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。12月1日から15日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらに太陽のカードが出ております。前回はタロットカードから今回はオラクルカードから出てるんですけれども、2回連続で太陽のカードが出ているということで、あなたのエネルギーがとても強いというのと、あなたにより幸せになってもらいたい、成功してもらいたい、健康になってもらいたいというエネルギーが強く働いている。あなたがより幸せになっていくために、より豊かな人生を送っていくために、前回に引き続き何かが終わって始まる。特に始まるために何かが終わっていく。こちらにマジシャンのカードとソードの10が出ております。そしてその終わることというのは、このソードの10の絵のように、あなたを傷つけていたようなことが終わる。本当は手放すべきだって分かっていたようなものがこの時終わっていく。あなたから手放すというよりも、前回に引き続き、向こう側から終わっていく感じがしていて、例えば、あなたを傷つけていたようなお仕事が自然と終わっていく。人間関係においても、あなたを傷つけていたような人というのが、あなたの元から去っていく。特に言葉の暴力で苦しんでいた方の場合は、その関係が自然と終わっていくって言われています。その関係が終わっていくというのも、あなたがすべきことを始めるため、出会うべき人に出会っていくため、こちらにカップの2も出ておりまして、この時運命的な出会いがある方がいるんじゃないかなって思います。あなたのソウルメイトに出会う。あなたのことを正しく評価してくれる人に出会う。ですので、この時終わっていく関係によって、始まっていく関係というのが変わっていくと思うんですけれども、例えばこの時までにそれまでのお仕事が終わった場合は、新しいあなたにふさわしいお仕事を見つけていく。それも、あなたを正しく評価してくれる人がいて、あなたの能力にふさわしいお仕事の契約ができる。あとは、この苦しい関係が終わることによって、あなたの能力が発揮できるイメージが強いので、あなたのアイデアをもとに何かを生み出していく。それは創作活動をされている方の場合は、ご自身のアイデアを形にして、芸術作品や何かしらの形にして生み出していく。そしてそれをすぐに評価してくれる人が現れてくる。そしてその評価してくれる人というのは、お仕事で出会われる場合も、恋愛関係に発展する方がいるんじゃないかなって思うんですが、それぐらいあなたとぴったりの人、その方と恋愛関係になるならないに関わらず、この11月から続いている終わりというのは、その方に出会うために起こってるんじゃないかなって思います。それぐらい、あなたが出会うべき人に出会っていく。そしてこの時終わっていくのが恋愛の場合は特に、この方と結ばれるために、そのなかなか今まで終わらせることができなかったような関係が終わっていく。その関係というのは、すでに終わられている方もいると思うんですけれども、なかなか忘れられなかったとか、
あなたの傷が深すぎて、ずっと引きずっていた方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、その場合も、この出会いがあなたを新しく生まれ変わらせてくれる。そしてこの出会いというのが、あなたの本来の能力を目覚めさせていくんじゃないかなって思うんですが、それは主にあなたのクリエイティブな能力、あなたの芸術的な能力、魚座さんですし、もともとそういう能力をお持ちの方多いと思うんですけれども、この傷ついている期間が長かった方の場合は、その能力を知らず知らずと封印していた可能性が高くって、その傷つけられていたというのも、例えばその創作活動において傷つけられていた方もいれば、恋愛で傷ついていた、その他のお仕事をしていて傷ついていたという方もいるかもしれないんですが、その傷を受けた方法がそれぞれ違っていても、そのあなたが持っていた本来のご自身の想像力から、イマジネーションの想像力から何かを生み出す力、そしてそれを豊かな表現力で誰かに伝えていく力、その力を意識的にもしくは無意識的に封印していた方がいるんじゃないかなって思うんですけれども、それがこの方との出会いによってとても良い形で解放されていく。その良い形というのは、もしその方と恋愛が始まる場合は、最高の形で放たれていくと思うんですけれども、例えばお仕事などで出会って、もしくはすでに心を決めたお相手がいて、この方とは恋愛関係にならないという場合でも、あなたが本来持っている何かを作り出す能力、クリエイティブな能力というのが、あなたの人生を豊かにしていく。そしてあなたを幸せにしていく。そしてその作り出されたものを受け取った人も幸せにしていく。こちらにローズマリーのメモリーというカードも出ておりますが、このカードにも太陽が描かれてるんですけれども、あなたのクリエイティブな能力を今まで積み上げてきた経験や知識を書物などにして発表することに使うというのもおすすめですし、ですので今まで研究してきたことを本にするとか、今まで経験してきたあなたの半生を言葉にしてみるとか、あとはご自身の想像力を活かして小説を書く、あとは日々のことをエッセイに書く、ブログにする、いろいろな表現方法があると思うんですけれども、その表現していくということが、この貴重な出会いにつながっている方もいると思いますし、その人との出会いによって刺激されてこれを作りたいって思うような方もいると思います。そしてこの記憶というのは、この時起きること、この時の経験というのが、あなたの記憶に深く残るようなこと、それぐらいとても貴重な経験をする。ですので、この時のことを日記とか写真とか映像とか何かしらの形で残してみるというのもとてもおすすめです。それが後々あなたの役に立つ。それぐらい貴重な経験をされる方いらっしゃると思います。そしてこちらにトラストというカードも出てますが、このカードでも、そしてこのマジシャンのカードでも、太陽のイメージ、五光が指してますけれども、この時起こること、特に11月後半から続いていることというのは、この終わりと始まりの変化が強くて、ドラマチックな出来事が続いている方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、その変化というのもあなたのために起きている。あなたがなかなか終わらせられなかった、変われなかったというようなことが終わっていく、変わっていく。なので自分からなかなか変われなかったというようなものが多ければ多いほど、この時終わっていくものが多くて、大変な思いをされている方もいるかもしれませんが、その終わりというのは、あなたがより幸せに、より豊かになっていくため、そして健康になるために終わっていく。あなたが出会うべき人に出会っていくために終わっていく。あなたが始めるべきものを始めていくために終わっていく。ですので、終わっていくものにしがみつかずに、
その大きな変化の流れに身を委ねる。これから良い方向に変わっていくということを信じてくださいって言われています。この終わりによって、そしてこの時始まっていく関係によって、あなたの本来の能力が目覚めていく。あなたの本来の能力を発揮できる始まりなんだということを信じて、その大きな変化の流れに身を委ねてくださいって言われています。そしてこちらにハンモックのカードをバケーションを取ってくださいというメッセージのカードなんですが、この終わりと始まりの狭間でお休みを取るというのがとてもおすすめなんですが、それが難しいという方も、この時の特に11月後半から続いている変化の流れというのは、ものすごく大きな変化、あなたの人生が一変するような変化ですので、とにかく体を心を休める、無理をしないというのが一番重要で、この変化についていくためにも、とにかく睡眠を多めにとる。そして、この太陽のイメージがたくさん出ているので、早寝早起きというのが一番のおすすめです。そしてこの時期、休暇を取って旅行に出かけるというのもおすすめなんですが、とても記憶に残る旅行ができる。そしてその旅行をビデオとか写真とか、あとは旅行記とか、記録に残すというのもとてもおすすめです。例えばそれが話題を呼ぶとか、あとはその時撮った写真が賞を取るとか、あなたの才能が目覚めていくきっかけにもなると思います。この時の新しさというのは、主に人との出会いだと思うんですけれども、それが新しいお仕事が始まるという場合でも、そのきっかけになるのは人との出会いですので、この新しさというのが新しい恋が始まる場合でも、新しい生きがいを見つける場合でも、人との出会いがきっかけになると思うんですけれども、その人との出会いによって、あなたのクリエイティブな能力がフルに発揮できる状態になっていって、誰かに何かを伝えていくプロセスが始まっていく。それはこの時出会った人に直接伝える。例えば愛を伝えるという場合もあれば、何かを作り出して誰かに伝えるというのが、この人生におけるミッションという方もいると思うので、その場合はあなたから溢れ出してくるものというのを形にして誰かに伝えていくというプロセスが始まっていく。今までこの傷が原因でそれを封印していた方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですが、この始まりによってその封印が解かれて、あなたの本来持っている人を愛する能力、愛を愛する人に伝える能力、何かを作り出して、それを通して誰かに愛を伝える能力というのが、とても良い形で発揮できていく。そしてそれがあなたに幸せや豊かさや健康をもたらしていく。健康状態が良くなかった方の場合は、あなたの愛のエネルギーが誰かに伝えることなく、内側に閉じ込められていたというのが原因だったと思うので、この終わりと始まりによって、あなたの内側のエネルギーが解放されて、健康状態もとても良くなっていくと思います。とにかく、いいことしか起こらないような始まりの時ですので、終わっていくものは終わるに任せて、この時起こっていく記憶に残る出会いや経験をたくさん楽しんでいただきたいなと思いました。それでは12月1日から15日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。